こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、マッチプレイは増えてな私ですが、釣りだけは意外と好きだったりするんです。慌ただしいマイクラの中で、のんびりゆったり考える時間が確保できるんですよね。で、何を考えていたの？醸造台のレシピです。2種類のポーションのレシピはプレイ前に調べておいたのですが、うっかり醸造台のレシピを調べ忘れていたんです。まずいじゃないの。ウィキを見たら醸造台の画面が変わっていたのが衝撃で、そっちに気を取られていました。ちなみに丸石を使うことと、ネガーに行かないと作れないことは覚えていたので、そこから特定できました。若かりし頃は、暗記できなかった数学の公式をテスト中に導き出すとかよくやっていましたが、それと同じで意外と困らないんですよね。その頃にところてんルートのフラグが立ったんじゃないの？さて前回は、本来村まで羊毛などを運ぶのに2往復しないとならないところ、チェスト付きトロッコを活用して2往復で済ませました。つまり、プラマイゼロね。あとはエメラルド入手でやっとレベル4ビーコンが使えるようになり、海底神殿攻略準備を進めているところです。なお釣ったエンチャント本は、効率強化、爆発耐性、水中歩行と意外と美味しかったです。あとは魚だったら完璧だったのにね。そしてチェストに雑品をしまった10秒後、ようやく予備の釣り竿をゲットしました。雲の糸の在庫が一つしかない中での釣りだったので、ちょっと心配していましたが、これで一安心です。そして日が暮れてきたところで、ひとまず今回の釣りは終了です。フグは6匹釣れました。ポーション18個作れるわね。微妙に足りないかもしれませんが、まあこれ以上釣り足すのは海底神殿を調べてみてからです。なお次の建築ターンでは、海底神殿3の6種類を詰めればと考えています。ただし、スポンジ2種類はどの程度収集が困難かがまだ不明なので、状況次第ではもっと上の層に積むかもしれません。どの程度の困難さが目安なの？企画の序盤で8箇所までは海底神殿の位置をチェックしていますので、その8箇所でスポンジを回収した時点で、あと一頑張りかどうか、というあたりです。さて、醸造台は3連装くらいで多分十分です。緊急アイテムの上位の金リンゴを持っているので、作るポーションは暗視と水中呼吸だけです。そして釣れたばかりで鮮度の高いフグを仕掛けて、隠し味にはレッドストーンダストを使い、というか私レッドストーンを食す趣味はないのですけど、鉱石の一つだから大丈夫よ。チーン。というわけで、今日から私は町の薬屋さんになりました。これで、町の人を使って色々な薬を試せます。やはりまずは弱化ポーションからでしょうか。毒よりひどくない？さて最初の地図で、発見済の海底神殿は2カ所です。そのうち1つは陸の近くで、往復しやすいのがありがたいです。いずれ遠征して、遠くの海底神殿を順々に攻略していくことを踏まえ、なるべく早期に攻略方法を確立しなければなりません。なお実績は、やりすぎとダイヤモンド、冒険の時間のみとなりました。さて、出発準備はもうヘルメットだけです。そういえば水中採掘がついてないわね。というわけでカンカンやって、やっと出発準備完了です。そしてゲーム中断準備も完了です。この収録で海底神殿の会場まで行くんじゃなかったの？忘れ物がないかじっくり考えてからの方が無難です。そして、いよいよ海底神殿へのリベンジの日がやってきました。前作では迷いに迷った挙句、仕留められてしまいましたが、今回は一味違います。ビーコンでゴリ押しするだけでしょ。身の守りが万全ならば、その分落ち着いて行動できると思います。そして、各建築材の必要数は3スタック以下と確認し。では、出発しましょうか。割と緊張しますが前作ほどではありません。
逆方向に向かってない？そこらの草原の牛から牛乳をもらおうかと思いました。まあでもやめておこうかな。ついでに減ってきたステーキも欲しかったのですが、拠点近くの動物を殺めるのは気が引けるんですよね。そして通りがかりに原木を収集しておき、結局忘れ物思いつかなかったのね。そしてその先で、牛乳と食料の確保もできました。さて、ぼちぼち海底神殿が見えてきました。一つ目のターゲットです。いよいよね。ただ時刻が微妙です。ビーコンの構築時間を考えると、一度朝にした方が良いかもしれません。来た。今採掘低下を食らってしまうとベッドを引き剥がしづらくなります。そして早朝から水蓮の葉を片手に最接近です。過去に船で近づいた時は、ガーディアンからの攻撃を受けなかったので、ビーコン構築までは余裕しゃくしゃく、と考えていた時期もありました。大したダメージ受けてないじゃないの。それでも数が集まると死ぬことがあるんです。収録データで見たことがあります。さて、海底神殿の広さは 58×58 メートル。レベル4ビーコンは100メートルの範囲まで届くはずなので、多少位置がずれていても神殿全域をカバーできるはずです。ラグさんにも邪魔されているわね。色々と辛いです。さて少々船が邪魔になったので、海の木図にしてと。ならなんで今飛び込んだの？もちろんガーディアンの攻撃を華麗に回避するためです。それにしても、船には採掘低下の効果は効かないんですね。水蓮の葉にも効いてませんでした。で、ビーコンピラミッドより一回り大きい11メートル四方に、水蓮を敷き終わりました。そして慎重に中心を見極めて、ビーコンピラミッドを構築したいのですが、これどうやってよじ登ればいいのでしょうか。さっき取った原木をばらして足場にしたら？それ今エンダーチェストに入ってますし、ここでエンダーチェストを置けば回収不能です。効果継続時間はあと2分半ですか。少し待たないと。それにしても、天井ドンする下の住民がうざいです。水蓮置けば大丈夫と思っていたのに。まあともかく土ブロック取りに来たのですが、まだ50秒も残ってます。牛乳は3倍持ってきたので今飲んでも悪くないのですが、あいにくとこの近くには牛がいなくて、補充しづらいんです。さっきまでいたのにね。まあ時間まで素手掘りで暇つぶしするしかないようです。そして、海面スレスレには足場を置けたのですが、一度設置すると撤去できないという物理法則に適応するのに、時間がかかってしまいます。適当に置いたら牛乳の無駄遣いね。かつてなく慎重に熟慮して、これで大丈夫です。さてあとは、置き間違いだけはしないように慎重に構築していき。これはセーフでよかったわね。最後にビーコン置き間違えたら多分泣きます。さて、攻略で使う効果については事前に、耐性と再生能力に決めていましたが、その前に採掘低下がビーコンで打ち消せるか気になるんですよね。どちらが優先度が高いか、ということね。もしある程度だけ相殺されるのだったとしても、十分使い物になります。というわけで、3分20秒ほどかけて土を掘ってみました。使い物にならなかったわね。さてビーコンを仕掛け直して、インベントリも整理して、突入します。おそらく身の守りは大丈夫のはずなので、攻略すべき事柄は、海底神殿の構造の調査です。具体的には入り口付近の立体迷路、3匹のエルダーガーディアンの所在、スポンジ部屋の場所あたりでしょうか。立体迷路はランダムじゃないの？多分一定規則に基づいた構造に、ランダム要素が加わっているだけだと思うので、そのあたりがわかれば十分です。今の戦闘で減ったハートは、一つ分まででした。で、部屋を覚えながら進んでみたところ、3部屋目でガーディアンと戦ったら方向感覚を失い、わけがわからなくなりました。早いわよ。やっぱり普通に闇雲に進んで攻略した後で、
壁をぶち抜いて構造を調べます。で、あっさりエルダーガーディアンを見つけたところで、プレイの途中ながら今回はここまでです。なお、プレイ後に収録データを低倍速で見ながら地図にしてみたのですが、どうも様子がおかしかったです。なんで2階の方が広いのよ。手書き地図作る途中でわけわからなくなったようです。さてあと、前回触れた再編集版の話についてです。ピラミッド企画は意外と複雑で、わかりにくいんです。例えば、未建築の建築材は19種類に減りましたが、その19種類を把握しながら視聴されている方は、おそらくあまりおられないと思います。プレイしていて思うのですが、この企画の面白みはやはり、収集個数の違う建築材をどの順で積むか選んで計画を立て、実行に移すところだと思うんです。しかし連載してみると、目先の個別の建築材集めに追われてしまい、企画の主軸がぼやけてしまうんです。それで、企画の主軸をまとめた再編集版が別にあれば、主軸を把握しやすくなり、企画の面白みがもう少し伝わるのではと思うところもありました。前回は、ちょっと聞き方がまずかったと思います。すみません。他の事柄と絡めずに、再編集版のご要望があるかの点を伺いたかった次第です。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。